すする TV。 ずるずる。どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、そんなわけでね、無事結婚式も終わりまして、これから私の妻である成田さんと一緒にラーメンをすすりに行こうと思います。本日はよろしくお願いします。お願いします。ボリボリ食べてる。で、結婚式後にちょっとラーメンを食べに行こうかみたいな話したんですけど、本当に行きます？行くでしょ。本当に行くんだ。本当に行ってくれるんだというか、大丈夫ですかラーメンで。なんでラーメンうまいだろ。うまいけど、それはもちろん。いや、実は昨日ちょっといくつかね、候補を送っといたんですけど、その中からラーメンショップになった。いや、確かにね、ありなんだよな。多分ね、美味しかった記憶あるんだよ、しかも。弘前のラーメンショップ。じゃあ、とりあえず行ってみます？レッツゴー！というわけで残念ながら、ラーメンショップは、お昼の部終了しておりましたということで。最悪。よくあるよねこういうこと。てか地方ってこういうの多いよね。早じまいみたいな。一応15時までっていう感じだったんですけども、20分前ぐらいで閉店してるんで。会えるね。ないですね。ちょっと振られちゃったんですけど、どうですか？でもなんか味噌ラーメンが食べたいかも。味噌ラーメンか。行きます？スタミナ一番。スタミナ一番っていうお店は僕が高校生の時にめちゃくちゃ通ってたお店なんですけど、500円で食べれてね、結構高校生の時はめちゃくちゃ重宝していってたっていう感じなんですよね。一回多分動画も撮ってるはず。行くか。行きましょう。残念ながらスタミナ一番も中休みになってましたね。投資営業のイメージだったんだけどな、スタミナ一番ってなんかいつ行ってもやってるっていうイメージだったんですよね。で、なんかお店調べたんだって。鍋ラーメン種。嘘だろマジで。おい、鍋ラーメンか。まあいやいいけど、弘前市の結構でかい道路沿いにあるんですよ、鍋ラーメンって。で、俺子供の頃に1回だけ行ったことあるんだけど、1回しかないのか。1回しかないので、味とかあんま覚えてないんだけど、正直鍋ラーメンで俺デジモンあるじゃん、あれなくしたんだよね。じゃああるかもよ。なるか。まだなんでデジモン取り返しに行くんだよ今。鍋ラーメンはでもちょっとエモいかもな。今食べたらどんな味するんだろう。だから何ラーメンがあるのかすら分からないね。で、なんで鍋ラーメンって呼ばれてるのかも分かんないから。鍋に入ってんじゃない？あ、本当にそうなんだっけ？まあ鍋ラーメン行ってみるか。鍋ラーメン投資営業なの？多分だよね、多分ね。まさかの鍋ラーメン移転というね。びっくりですね。鍋ラーメンが移転する日が来たとは思わなかったね。びっくりです、これは。行ってみたかったよ。ずっとここにあるイメージだったからな、鍋ラーメンはさすがに。ちょっとなかなかやっぱハードですね。店舗数もそんなめちゃくちゃ多いわけじゃないんでね、弘前市って。というわけで弘前市民の殿下の宝刀を抜いてしまいました。文ちゃんは痩せた。さすがです。さすがだね。行きましょう。レッツゴー。さあ、文ちゃんラーメンさん、注文制です。今回はだしそば大とチャーシュー、味付け卵をお願いしました。ちなみに初訪問の妻である成田さんは中華そばを注文していました。子供の頃はまさか結婚式後にラーメンをすすることになるなんて思ってなかったし、それが結果的に馴染みのある文ちゃんラーメンになったというところに個人的には感動。すするとして活動してきたこの7年間、そして少年時代を過ごした青森県の思い出などいろいろなことを思い出し、センチな気持ちになってるだー。こちらが文ちゃんラーメンさんのだしそば大チャーシュー味玉トッピングです。着丼の瞬間から煮干しの香りが漂う地元感ムンムンの一杯に涙が止まりません。個人的にも思い出のある文ちゃんラーメンを結婚式後にすすれるという幸せに感謝しつついただきます。ではまずスープ、うまい。ほんのり甘みのある煮干しベースのスープはまさに出汁の塊とも言うべきビッシビジの出汁感で濃ゆい煮干しの旨味がパッキーンと脳天直撃。油が少なくさっぱりとした味わいですが、だし煮干というメニュー名の通りだしスープが後を引き、うめえうめえとつぶやきながらグビグビ飲んでしまう。結婚式後の体にどんどん染み渡っていきますが、そちらはどうですか、マイスイートワイフ。マスターめっちゃいいよ。いいですね。うまそうですね。さすがに。めっちゃうまい。それでは私も麺いきましょう。リフトアップしたらよっしゃすするバズン。
麺は平打ち手打ちの平ざるで揚げるピロピロとしたランダム食感なもので、弘前の煮干しラーメンは極細の縮れ麺を使用するお店が多い中、この太さは珍しい。すすったその瞬間からブルンと力強く麺が溢れ出し、手打ちならではのコシの良さもビビッ。大きめのネギが小気味良い食感と刺激で、また煮干しスープの美味しさをアップさせ、ご祝儀でいただいた海苔の磯感も早速活用させてもらいます。さてお次はチャーシューを食らってみましょう。薄切りで柔らかいながら程よく弾力もあり、脂身の加減も良くて味しみもいい感じ。大盛りにした麺をズバズバとすすっていき、合間に太めなメンマやチャーシューをどんどこ食らっていく。これこそが贅沢であり最高のキャンユーセレブレイト。チャーシュー増しにしたのでボリュームもいい感じです。てな感じで1993年1月12日に生まれた一人の男児は、後にすするとなって毎日ラーメンをすすり、素敵な女性とやめる時も健やかなる時もすする時も愛するということを今日誓ってきました。人生がどうなるかなんて誰にも分かりませんが、一生を添い遂げる人と今日すするラーメンくらいは自分で決めたいですね。ということで、いいことを言おうとして失敗したら、あとはこのだし煮干に慰めてもらうのみで、これぞ地元の煮干しラーメンってな味わいがさらに進化した進化系煮干しラーメンな美味しさだなと感類していると、ラストに味玉が登場。綺麗な半熟で黄身が柔らかくとろけ、だし感満載のスープと合わせればまさに至福。最後まで煮干しの旨味を存分に堪能したら、本日も完食です。大変美味しくすすれました。弘前市が誇る煮干しラーメンの名店で結婚式後のお祝いができたことをとても嬉しく思います。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。というわけで文ちゃんラーメン行ってきたんですけども、結果的に文ちゃんラーメン来てよかった。めちゃくちゃ美味しかったです。ほんとだしそばがね好きなんだよな。結局もちろん中華そばも美味しいんですけど、なんかな、だしそばの独特なちょっと魚の広がる風味というか、味って意外とその同じ弘前市内とかで煮干しラーメンを提供しているお店でもね、意外と出てない、なんか文ちゃんオンリーワンな感じのお店の味なんだよな。やっぱ一口目のなんかこうじゅわっとなんか頬に広がるとかね、横に広い味なんですよね。縦にこうギリッて攻めていける感じじゃなくて、なんか横にねこうワイドな味わいなんだよね。うまいですね。というわけで本日は成田さんも一緒に作りましたけど、どうでした？美味しかったね。文ちゃん初だよね。よかったでしょやっぱ。これにしてよかったよ。いや結局ね、そうなんですよ。なんかまあ最初その濃厚系が食べたいって言って、ラーメンショップやなんやいろいろちょっと振られちゃいましたけど、結局やっぱ文ちゃんがうまいんだよ。そういう時あるから、やっぱそういう時あるの。わかる。やっぱ結局東海オンエアが面白いみたいな、そういう感じになってくるから、やっぱ結局ね。なんかある。結局マックがうまいみたいな。そうなってくるから、やっぱ結局ダブルチーズバーガーがうまいということで、文ちゃんは弘前市ラーメン界でいうともうダブルチーズバーガーっていうことですか？そうということ。ごちそうさまでした。うまかったっすね。めっちゃ最高でした。結婚おめでとう。おめでとう。ありがとう。それではするの公式キャッチフレーズ、文ちゃんラーメンさん、結婚式後のご褒美や。まさか結婚式後にラーメン屋さん行くと思いませんでしたが、妻と一緒に元気に過ごしていきたいと思います。ありがとうございます。